はい、こんにちは。今回はカンボジアの旅をしてきました。今回の旅というのはカンボジアの3カ所を巡る旅だったんですね。最近ではね、プノンペンとかはかなり都市化していると思うんですよね。でも都市に行っても仕方がないということで、定番のアンコールワットにね行こうと思ってね、このカンボジアを選びました。アンコールワットの行き方としては、こちらね直行便がないんですよね、日本から。なので日本から行く場合にはベトナムを経由する、あとはタイのバンコクを経由する、あとは上海を経由するなどの方法があります。で、日本からアナがプノンペンに飛んでいるんですね。カンボジアのプノンペンまで飛んでいますので、アナでプノンペンまで来て、国内線でねシェムリアップ、このアンコールワットのある町ですよね、そちらまで行くということもできます。今回ね、私はアナで成田からプノンペンに来て、であとは国内線でプノンペンからカンボジアアンコールエアーという航空会社、これはねカンボジアの、JAL みたいな感じですよね。国で一番大きい航空会社、このね国内線を使ってプノンペンからシェムリアップに飛びました。ご協力をお願いします。なお揺れましても飛行の安全性には全く影響はございません。それでは狭い機内でございますが、どうぞこの先もごゆっくりおくつろぎください。本日はご搭乗誠にありがとうございます。Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard ANA to flight to Phnom Penh Airport. You can see mountains on your right side. Today's our flight time will 成田からプノンペンまでは約6時間から7時間ぐらいなんですよね。この機種はフルフラットになる大きいビジネスクラスではなくて、エコノミーの 1.5 倍ぐらいでしょうかね、座席になっています。食事は和食と洋食から選べます。今回はね和食にしてみました。プノンペンに到着しました。カンボジアに入国するときには日本人はビザが必要になりますので、事前に取っておくといいと思います。インターネットで申し込むことができます。忘れてしまった場合でも現地のカンボジアに着いてからビザを取るということもできます。今回の目的地はアンコールワットのあるシェムリアップになりますので、このプノンペンでカンボジアアンコールエアーの国内線に乗り換えます。プノンペンでは国際線と国内線が同じ場所なので、飛行機を乗り換える時間というのはさほどかかりません。プノンペンの空港では乗り継ぎの間に待つための椅子が少ないことと、食事をするところが2カ所ぐらいしかなかったので注意が必要だと思います。こちらが国内線の搭乗口になります。お土産屋さんがあったり、コーヒーを飲むところがあったり、マッサージチェアが置いてあったりするんですよね。疲れている時にはこのマッサージでちょっと時間を潰すのもいいのではないかと思います。カンボジアアンコールエアー、プノンペンからシェムリアップ行きに搭乗しました。Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Cambodia and Korea, Captain, to share with you our estimated flight time to Siem Reap International Airport. 乗る人がね少ないのかね、めちゃくちゃちっちゃい飛行機だったんですよね。生まれて初めてねこんなちっちゃい飛行機に乗りました。もうね夜だったし真っ暗でプロペラ機みたいな感じなんですよね。だからすごく怖かったです。CA さんもね、女性が1名男性が1名、これしか乗っていないんです。Seatbelt. Your safety belt is fastened by this. It is tightened by pulling the strap and unfastened by lifting the buckle. ពីរនៅខាងមុខនិងពីរទៀតនៅផ្នែកខាងក្រោយ ពេលមានឧបទ្ទហេតុកើតឡើងភ្លើងតាមផ្លូវនឹងភ្លឺឡើងដើម្បីនាំលោកអ្នកទៅកាន់ច្រកចេញឯពងបំផាំងឡើងដោយកន្ត្រាក់បន្ទះក្រហមចុះក្រោមឬប្លុកបំពង់ទាំងពីរនៅលើស្មានៅពេលលោកអ្នកដល់ច្រកចេញឯពងនេះមានអំពូលមួយនិងកញ្ចែមួយនៅそして中で紙コップに入ったね水が配られました。もうそれでね、時間的には30分ぐらいのフライト時間ではないでしょうかね。それでもう着いてしまうんですよね。
そしてシェムリアップからはトゥクトゥクを使って、スーツケース2個あるんですけどね、この小さいトゥクトゥクに乗るもんですよね。このトゥクトゥクでホテルまで、これがだいたい空港からホテルまでが9ドルでした。カンボジアというのはアメリカの US ドルが使われるんですよね。でも1ドル未満はお釣りはカンボジアのお金で返ってくるというね、面白いシステムなんですよね。でもUS ドルが使えるということで、すごく便利といえば便利ですよね。シェムリアップでアンコールワットを見た後は、今度はシアヌークビルという場所に向かいます。シアヌークビルは今すごく開発されているリゾート地なんですよね。今回カンボジアで乗った国内線はすべてこのようにバスで移動、もしくは徒歩で移動となっていました。搭乗口から飛行機に乗り込むという形は国内線ではありませんでしたね。シェムリアップに来た時はもう50人ぐらいの小さい飛行機だったんですが、今回は普通にエアバスで3席3席の大きい飛行機でした。Seatbelt, your safety belt is not protected. It is tightened by polyester and unfastened by lifting the back door. ច្រកទ្វារអាសន្ននៅក្នុងយន្តហោះនេះមានច្រកទ្វារអាសន្នចំនួន8 គឺ2នៅខាងមុខ 4 នៅផ្នែកកណ្ដាល និង 2 ទៀតនៅផ្នែកខាងក្រោយ Emergency exit in the cabin. Oxygen mask. Mask oxygen. ក្នុងករណីសម្ពាធនៅក្នុងយន្តហោះមិនប្រក្រតី Mask oxygen នៅក្នុងយន្តហោះនៅក្នុងបន្ទប់ទាំងផ្សេង អាវពោងនៅក្រោមកៅអីរបស់លោកអ្នកយកមកពាក់ដោយសូមចូលតាមក្បាលដាក់កន្លឹះត្រង់ចង្កេះ シアヌークビルに到着しました。この町はとても今開発中なので、建設現場がすごく多いんですよね。とにかく町中を開発していますので、誇りがすごかったんです。でもこのようにカンボジアのリゾートとしてね、とてもね、これから栄えていく町だと思います。今日は日本に帰るためにシアヌークビルからプノンペンに向かいます。カンボジアの国内線はキャンセルされることがね、すごく多いのでヒヤヒヤしましたが、とりあえず一度もキャンセルに合わなくてよかったと思います。やはりカンボジアアンコールエアという大きい会社を選んだのがね、ポイントではないかと思います。安い LCC のような航空会社はすぐにキャンセルになるので注意が必要です。帰りの飛行機もまたこの小さいプロペラ機だったんですよね。プノンペンから出ているのってね、あまり使う人がいないんでしょうかね。飛行機が小さかったです。こちらはプノンペン空港です。搭乗まで時間があるので、ラウンジの方で食事をしたいと思います。多分深夜便なので、飛行機に乗ってすぐに食事は出ないと思います。なので、ここでちょっと食事をね、しておきたいと思います。
こちらは免税品です。カンボジアのお土産もたくさん売っているので、買い忘れたお土産を買うのにいいですよね。ただやはりね、ここで買うのは高いですからね。できればカンボジア国内の地元の方で買ってきた方が安いと思います。カンボジアは胡椒が有名なので、胡椒の製品が多かったですね。プノンペンから成田へのアナビジネスクラスの座席をご案内します。こちらやはりね、帰りもフルフラットではありませんでしたね。フルフラットシートの場合、横の幅は隣の人とかなり離れているんですが、こちらのビジネスシートの座席は隣の人と1枚のね、板で仕切られているような形になります。行きのビジネスクラスではアメニティのこの袋に入ったものがもらえなかったんですが、帰りはありましたね。この巾着のようなものに入っていました。マスクが入っていたのでね、これシアンヌークビルでね、必要だったなと思いましたね。その時に欲しかったです。そしてアイマスク、歯ブラシ、イヤープラグ、このようなものが入っていました。その他にね、スリッパと、あとね、お水がね、もうあらかじめポケットのところに入れてありました。この便は夜中に飛ぶ深夜便なので、夕食は出ません。こちらは朝食になります。成田に到着しました。実はこの日、成田はすごい霧で、中には着陸できずに引き返す飛行機などがあったそうです。